政治将校ヤーリック、彼は生まれながらに歴戦の英雄であった。ヤーリック誕生に関わった看護スタッフは涙ながらに語る。栄えある帝国の命として生まれた新生児は、その名誉と感動のあまりなく叫びますが、他の英雄は物落としと立たせず相当の和親を結んだのです。7歳の時、ヤーリックの両親は、戦場にて帝国へその魂を捧げる宿命を授かる。帝国民の儚くも尊き献身を学んだヤーリックは、家族を見習いグリーンスキンと戦った。帝国学徒には不運にも帝国に仕える名誉を授かるに多大な時間を費やす者もいるが、家族の献身、グリーンスキンの討伐という二つの導きは、まさに帝国兵として最たる祝福。まるで皇帝陛下から選ばれたような運命に感嘆した帝国は、政治将校候補生として選ぶほかなかった。入学してすぐに、異端像を、背の狩り精神、そして皇帝陛下への忠義、すべて満点指摘にて卒業。ああ、すまない、君たちが聞きたいのはそう、アルマゲドンの英雄譚であろう。そうさ、かのヤーリックは、アルマゲドンの惑星総督と熱すぎる侵攻によるわずかな圧力があったものの、両者の献身的意思を認め、共同作戦に出る。まず惑星総督は意図的に惑星防衛を弱め、オルクに油断と慢心を存分に与える。結果、調子づいたオルクは気ままに背部へと進軍するが、そこに滞在したのがヤーリックである。あれほど楽勝だったんだ。このだだっ広いだけのハリボテなんだいピコロよ。と、油断しきったオルクの上空からはブラッドエンジェルが降り立つ。なんという完璧な計画と連携。我が帝国の意向の前ではオルクたちも退くしかなかったのである。またヤーリックの象徴たる義手は、アルマゲドンの守護者たる英雄として、帝国技術力より贈呈された聖部である。惑星総督はどうなったっけ？討伐部隊による救出作戦が行われたが、悲しいかな、罪人を時の進行では救えなかった。またヤーリックはゼノであるオルクに対しても行動を予見して作戦を立てるが、これは名だたる将校なら誰しもが持ち合わせる優れた部隊と言えよう。なのでヤーリックがオルクの研究や技術力による義手をしてるのは真っ赤なデマだ。これを見ている諸君も狡猾な異端者の言葉に魂を汚されぬよう努力してくれ。本日の教訓、祝福とは試練であり、耐え抜いた者にこそ皇帝陛下への献身権利を得る。おー、フォージエンペラー。ヤーリックすげー。うちも次生まれるときは無言を貫くでー。はい、ではこのプロパガンダの嘘をピックアップしながらヤーリックの授業をします。嘘。これ以上ないフォージエンペラーでしたよ。うちらを異端にしようとしてません。そうですね、この話を嘘といえば異端として帝国では生きにくいでしょう。しかし我々は第一次アルマゲドン戦役を知り、第二次アルマゲドン戦役を学ぼうとしているところです。第一次のこと考えたら大丈夫ですね。異端と帝国の歪みのオンパレードでしたわ。そらこんなプロパガンダもせんとやってられませんわ。理解が早くて助かります。それにしてもこのビデオはひどすぎますが。と言いますと？まず赤子の産声は、肺に空気が入り、呼吸が始まったことを示すわかりやすいサインです。看護スタッフは感涙する前に目の前の命ともっと向き合わねば普通に非道です。確かにそうですね。そんなんで純白の天使名乗るなよ。マリーンの方がずっと天使やぞ。このように帝国プロパガンダは単なる嘘でなく、命の危険に関わる虚偽を平気で巻くので気をつけてください。フォージエンペラー。では政治将校、セバスチャン・ヤーリックの話ですが、元の名はセバスチャン・バーデン、7歳で両親を亡くしますが、祖父に育てられます。厳格であるも、愛情深い祖父の名はヤーリック、ミリタリムのベテラン軍曹だった人です。あれ？おじい様がヤーリック？7歳からおじいさんだったの？やっぱただものじゃねえわ、ヤーリック。気になりますよね。ですが彼は後にセバスチャン・ヤーリックを名乗る者の祖父です。祖父ヤーリックよりサバイバル技術と戦闘を学んだバーデンですが、オルクがこの惑星に進軍したことにより、祖父ヤーリックは殉職してしまいます。残されたバーデンは、3年間も孤独の中、祖父より教わりしサバイバル技術にて森に潜み、グリーンスキンを穴にはめるという戦い方で姿を見せず、その惑星を生き延びました。正面から戦ったわけじゃないんだ。惑星ベンリス出身の者でさえ、自分より大きい相手にはわきまえ、知恵を用いて戦います。ましてや10歳の子供がオルクを無双なんてありえません。それでも3年もの間、生き抜き戦ったのはすごい。全くですね、誇張したプロパガンダでなく、真摯に英雄の生い立ちを伝えてほしいものです。やっぱ嘘はあかんわ。そして援軍に来た帝国兵は、孤独の中で戦い抜いた少年に名を尋ねます。彼は答えました。セバスチャン・ヤーリック。生きる術を教えてくれた祖父に敬意を込めて、帝国に仕えます。かっけー。おじい様の愛情が伝わってた。生きる日々で祖父ヤーリックをどれだけ思ってたかが伺えます。なのにそんなん言われたらおじいちゃん泣いてしまうわ。美しい話です。くだらない嘘で民を扇動するよりよっぽど響くというのに。事実、彼の人間性と実力が認められたからこそ、政治将校の候補生として教練を積みます。まるで修道会みたいな建物ですね。ここで教えられるのは帝国教義、すなわち皇帝陛下絶対の宗教学です。軍としての戦い方は教えられないのですか？もちろん教わります。なんなら政治将校と共に現場に駆り出されることも。兵や民をまとめる帝国将校としての教育を、徹底的に教
教わる場所なのですか？そう考えるのが一番わかりやすいですね。あまり詳しく話すと今回の授業からそれますが、カノやアリックもこんなところで学んでたというのをまず知っておいてください。こんなところって、最近ロックだよ。意外と正当ギリギリ講師ですわ。私なんか全然です。なぜならヤーリックは若い頃に補助からオルク語を学ぶほどなんですから。さっき散々ゼノを学ぶのは禁止とか言ってませんでしたか？帝国競技の基本、異端を知ろうとするなと。永遠のゴアしたかったんかな？当然オルクを学び、討伐の情報を得るためです。もちろんこれは帝国競技では異端中の異端です。だからこんなところで学んだと最初に伝えたのですね。洗脳に負けず育ったんだ。義務教育の敗北ざま。噂ではオルクそのものから教わった、あるいはオルクの補助になっていたものから教わったなどありますが、いずれにせよ、彼がオルクの思考を学び、アルマゲドンにて活躍したのは事実です。アルマゲドン戦役の話もプロパガンダまみれなのですか？まずアルマゲドンの惑星総督さんはかなりの無能で有名で、両者が手を組んだなんてありえません。まずそこから無能なら無能と伝えればいいのでは？惑星総督はプロパガンダで祀らなあかんの？君たちはすでに惑星総督と話す名誉を得ましたが、地域によっては神格化されています。何せ銃弾一つに皇帝陛下の賜物との賜う帝国。惑星を任せられるものとなればどれほど大きな責任か。放っておいても祀る者は現れます。確かに。惑星総督万歳、空無能よたらいたんですわ。彼はまず、アルマゲドンの危機を察して、帝国への救援を要請しようとしたヤーリックを罰します。自分の権威を迂回した行為と咎め、ヤーリックをハデス、ハイブへ左遷したのです。あれ？罰で送られたんですか？元から駐在してなかった、空無能ですわ。アルマゲドンの戦力だけでオルクたちを殲滅できる、そう考え戦ったのですが、今回のオルクの総大将は、ガズブッガルと言われるオルクの中でも切れる大ボスであり、彼の戦略をことごとく攻略していきました。オルクにもそんな奴いるとは。なのでタイタンを出せば倒せると思っていけば殲滅されたり。いやいやタイタン全滅はめちゃくちゃヤバいでしょ。この時点で惑星総督の命より高い被害ですって。切り札のウイルス爆弾は管理ができておらず、すべて使用不可になってたという定略。使ってる戦術さえも腐らせるとは。一目でわかる無能だったため、到着したブラッドエンジェルの援軍により彼は軟禁されます。粛清期間が与えられるだけありがたいと思え。しかしランドスピーダーにて脱走したんだとか。いやランドスピーダーって。よく娘たなおい、今度のローンチに入ってる理由はこれだったのか。その後死体は見つかってませんが、悪あがきを重ねて結果的にオルクを助けたんだとかなんとか。こんなの相手にしたらヤーリックも PV でノーフレーム粛清する性格なりますわ。ヤーリックの粛清スキルを上げたい人、天皇神様も喜んでるよきっと。一方ヤーリックが守備した背部にて、粛清される臆病者はいなかったと言われています。ヤーリック閣下の指揮が良かったと？その通り、ギリギリの防戦の中、ヤーリックは何度も兵を、民を鼓舞し続けました。常に前線で反抗戦を繰り広げるヤーリックに、ガズブッガルは配下の大ボスを仕向けました。大ボス率いる軍団は強く、突破網をくぐった時、ヤーリックは信じられない行動に出ます。信じられない行動？大ボスとの一騎打ちです。大ボスってでかいから大ボスですよね。ヤーリックの3倍くらいでかいですね。スペースマリーンだって倒しますよね。スペースマリーンに簡単に負けるなら大ボスにはなれないでしょう。それに一騎打ち挑みますか？当然、片腕を失うほど大苦戦し、誰もが敗北を覚悟した瞬間。一瞬の隙をついて大ボスの首をチェーンソードにてガリガリ斬死し、その死体からパワークローを突き抜いて装備し、周囲大ボスの首を高々と掲げました。これによって逃げ出したオルクたちと、これ以上なく士気が上がった帝国軍を見た彼は、この戦争にてようやく休息を許したそうな。司祭 P もプロパガンダするんですね。ロックと思ったのにがっかりだよ。天国のおじいさん怒ってますよ。はい、証明写真。いや一般人がオルクの大ボスを怠慢で倒したらプロパガンダで嘘つく必要ありませんよ。実際私たちこれ虚構情報にしか聞こえないくらいですもん。むしろ普通に帝国技術です言うてる方がヘータスピーチですやん。あなた方が信じられないと思うほどの武勇伝ですが、オルクごときに負傷したこと、全中の装備を身につけたことがいたんですからね。真実は告げられません。しかしその後の彼も想像を絶するほどに凄まじい。数あるオルクの部族を束ねた総大将、ガズブッガルとさえも向き合い戦ったと噂されてますが。いやいや無理無理無理。このフィジカルさえブエって天国のおじいさんもドン引きしてますよ。私もそう思います。そんな中で覚えといてほしい真実は。彼は帝国プロパガンダが有用な天才か、神の御使いのようなものでなく、幼き頃からの環境から強く学び、それは帝国教義に歪められることなく育まれ、帝国の虚構に惑わされず、経験に基づいた力を信じて戦い続けました。結果として惑星防衛、ひいてはオルクの性格を逆手に取ったような戦い方で完遂させたのです。決して彼の精神面、万有、誇張された情報、それら半端な知識で学ばず、あなたたちも戦い続けなさい。司祭 P は、ヤーリック閣下をどう評価されるのですか？
あったわけではないですからね。あくまでお気持ち表明程度ですが。何より評価したい点、帝国競技に染まりすぎなかった。その理由は、幼き頃に生き抜いたサバイバル技術、それを教えてくれた祖父への敬意が、きっと今も彼を支えてる、そう思いたいですね。司祭 P らしい考え方ですね。我々も司祭 P に教えられたことを貫きます。天皇じい様のように笑顔で見守れるように励みます。ならば私も頑張らねばですね。かの英雄が敬意を込めたように、私もあなた方の助力になるよう尽くしますよ。ってことがあったんだけどめちゃくちゃ緊張して言葉選んだわ。マジかよ、今のやりってウルフが改造して強化人間みたいになってるけど怒ってなかった。そんなことしたのかよ。ああ、延命処置のついでなのか。本人の希望かわからないがウルフが改造したのは確かだ。ああ、それでステータス爆上がりしてたんだ。多分そう。強かったらミニチュア売れるし、おじい様もきっとお喜びになるだろうさ。念のため先端で購買を流しとくわ。また奇跡起こしたの？